トヨタイムズ富川裕太です。トヨタイムズビジネス、今回のテーマはウーブンシティです。実はですね、今日9月25日はウーブンシティオフィシャルローンチ、つまりは実証実験スタートの日ということになります。それに合わせましてこちらトヨタイムズのウーブンスタジオもこけら落としということになります。今日はですね、おなじみの自動車経済評論家池田直人さんとインベンターというこのウーブンシティで開発を一緒に進めていく仲間たちをお呼びして、合計で今20社と言われておりますけれども、そういった人たちが何をしていくのかっていうところをね、紐解いていきたいと思っております。まずはですね、そのインベンターの皆さんをお呼びする前に、このウーブンバイトヨタの CEO 熊部さんに入っていただきまして、いろいろ聞いてまいります。熊部さん、すみません、よろしくお願いします。どうぞお入りください。こんにちは。よろしくお願いします。拍手をするべきなんでしょうか。いやいいですか、はい、身内ということで、すみません、基礎的なことからお聞きしたいんですけれども、そもそもウーブンシティっていうのは一言で言うとどんなところなんですか？一言で言うと、未来の当たり前を作るためのテストコースです。はあ、未来の当たり前っていうのはね、未来の当たり前ってどういうことでしょうね。昔からしてみたら、今こうやってスタジオでカメラこれだけ並んで収録しているのも当たり前じゃなかったわけですから、なかったです。こういったことですよね。そうです、そうです。ですから今現時点で当たり前って何ですか、なかなか言えないです。ですから例えば10年後になった時に当たり前になっているものが当たり前だと思います。だから私たちとしてはいろんな可能性を信じて、いろんなトライをして、結果的に残ったものが当たり前になるというふうに思ってます。そのためにどんな人たちがこのウーブンシティに入ってきて、どういったことをしていくんですか？先ほどインベンターっていうことをご紹介いただきましたけれども、やはりこう自動車業界の今までの仲間だけで作ってると、新しい価値にが生まれないとは言わないですけど、生まれるチャンスは少ないと思います。ですからチャンスを広げるためにも、いろんな業界のいろんな方に入ってきていただいて、私たち掛け算と言ってるんですけども、そういう人との掛け算で新しい価値が生まれるというふうに思ってます。で、面白いのが、普通街を作るって言ったら住民の人たちがね、暮らしやすいようにとか楽しいようにって考えますけれども、住民の人たちまでやっぱりいろいろこうね、実験のお手伝いといいますか。そうです。ウーブンシティでは住民の方とかをウィーバーズと呼んで、車のテストで行くとテストドライバーさんいるじゃないですか。だから住民のウィーバーズの方たちはテストドライバーです。新しい商品とか新しいサービスとか新しい価値を実際の生活の中で使ってみて、でダメなところはダメ、いいところはいいっていう評価をしていただくことになります。多くの皆さんが知りたがっているのであえて聞きますけれども、どういった人が入れるんですか？私も住めるのっていう声が多いと思うんですけど。現時点は、身内というかウーブンと、トヨタの東富士の方と、トヨタ自動車東日本の方、まずはこういう身内で始めて、でやっぱりこういいところ悪いところをしっかり出して、で広げていくことになるというふうに思ってます。ちなみに私もウィーバーズです。住むんですね、実際に。この上に今日構えますんで。じゃあ、なんかこうリポートみたいなのも書いたりする？リポートっていうか、やっぱりこう普通に使って、良ければ使い続けるし、悪かったら使わないし、使い心地が悪かったら文句を言うし、それがもう本当のウィーバーズの評価だと思いますので、普通に生活して普通に使っていこうと思ってます。なるほど。みんなが一番協力してくれてうまく回る、要するに結局今 EV がね、 EV シフトがなかなかちょっとうまくいってないのも、あれもみんながうまく回る仕組みに乗っかれてなかったんですよね。でみんなそれ仮説でこうすればみんな買うだろう、補助金つければ買うだろうと思ってたけど回んなかった。じゃあどうやったら回るのかを今度ウーブンの中では回るまでテストできるんですよね。なるほどね。そこはすごいですね。ここなら失敗もできるんですよね。やっぱり失敗を何回か繰り返すとやっぱり成功にたどり着くんで、やっぱり一般市場だと失敗ってなかなかできないですよね。だからここは失敗できます。いろんなことに挑戦していくという意味でははっきり言って
赤字になるとしか考えられないんですけれども、はい、そのビジネス的な視点ではどういったふうに考えているんですか？まず、直近の黒字を目指しているわけではない、はい、というのがまず一つ大事なことです。はい、ですからさっき言ったように、未来の価値を作る、ですから未来には当然ここから出た商品がビジネスになって黒字になっていくっていうのはすごく必要だと、なことだというふうに思ってます。はい、基本的にはある程度本当の意味での効果ができるまでには長い時間がかかって、で僕ももうね実は60なんですけど、もうね多分ね次の世代の話なんですよね、おそらくね。だから僕らはその多分スタートのところでちゃんと見定めて判断して道を指し示してあげること、で多分そこを本気で進んでいくのはもっと若い人たち、特にここみたいに掛け算をやるときには、その新しいインベンターの方たちみんな若い可能性があるんで、同世代同士のシンクロニシティみたいなのはやっぱり同じことを同じ時に思いつくみたいなことっていうのは多分大事ですよね。大事ですね。だから我々はねこの世代なりの役割の果たし方っていうのがきっとあるんじゃないですかね。そうですね。だから私は邪魔しちゃいけないと思ってますしなるほど、勇気を持って進むこと、背中を後押ししなきゃいけないと思ってるし、責任は取んなきゃいけない、そういう役割だと思ってます。はい、本当に掛け算楽しむのは若い人たち。はい。その結果を見てまた楽しめるわけですね。はい。楽しんでる顔もまた見ていただければ。失礼いたしました。ダイキン工業戸川正則代表取締役会長兼 CEO です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お忙しいところすいません。来ていただいてありがとうございます。会長自ら来ていただけるのでね、ありがたい話で。本当に。はい。もうダイキンといえばですよ。僕赤ちゃんの頃ね、僕が赤ちゃんじゃないですか。子供が赤ちゃんの頃、やっぱり空気が一番きれいになるっていうことで家電量販店にお勧めされたっていうところで、やっぱり空気をきれいにするというイメージありますよね。キャッチフレーズで空気で答えを出す会社っていうね、それをキャッチフレーズにしてますけどね。でも空気って本当に目に見えないじゃないですか。そうですよね。だから難しいってこともあると思うんですけど、それをやっぱり見える化していくというね、どういう状態の今空気の状態になってるかという、でそれを見える化して、それに対してやっぱり安全で安心というのは当たり前だと思うんですよね。これから健康で快適で、さらに幸せになるようなそういう空気空間を作ろうというのが大きな目標です。ねえ、このウーブンでやりたいと思っていることはどういうことなんですか？でまずはね、花粉レス空間を作ろうというね。花粉レス。ああ、いいそれ。いやね、やっぱり僕も花粉症ですけどね。そうなんですね。ものすごく大変なんですよ。やっぱりね、あれ生産性が落ちるしね、自分の能力落ちちゃうんでね。で日本でもものすごい人口がやっぱり花粉症の人多いんですよね。4割ぐらいって言いますかね。で結構それに対するコストってものすごくかかってるじゃないですか。ですから花粉レス空間を作れば、社会全体としてコストも下がるし、かつ皆さんの生産性も上がるしね、快適な生活を送れるってことでね、これはまず第一ここでやりたいことですね。そりゃもう望んでる人多いでしょうね。でさらにね、僕らみたいに年寄りになってくると認知症になったりね、認知症の防止っていうかね、そういうものを空気空間でできないかっていう。面白い。そういうものを目指そうとかね。可能性はもちろんあるわけです。可能性はあります、これは。すごい面白い。モビリティの世界でよくそういう話するんですよ。ヤマハってね、バイクの会社で、ヤマハはオートバイに乗ることで認知症を防げるっていう研究やってたりとか、いろんな作業をするっていうのもあるんですけどね。マツダはマニュアルトランスミッションの車に乗ると認知症を防げるって研究やってたりとか、いろんなそれぞれ自分の専門ジャンルでやっぱり認知症っていうこの重大な今ね、高齢化の社会の中で、これから高齢化社会なのでね、すごく重要ですね。重要なテーマじゃないかと思いますしね。私もね、いずれは認知症になっちゃいけないんでね、そろそろそれ開発してくれって言ってるんですけどね。いやなんか随分遠そうですけど、でもヤマハとかマツダとか手を動かしてるっていうのは分かるんですよ。あと株やってたらね、頭使うとか分かるんですけど、空気っていうのはやっぱり温度って、例えば人間ってね、温度湿度とかものすごく快適なところでずっと一定だとね、これどちらかというとそのなんていうかな、脳
が活性化しないというかね、多少変化あった方が一定の快適な空間にいるとボケが早くなるんじゃないかという逆に言った刺激がちょっとあった方がいいというで、そういう意味では温度湿度をどう変えるかとか気流ですよね、風の向きでね刺激を与えるとかっていうで、そういうのはやっぱりその人体のデータを取ってそれと合わせてアルゴリズムをやっぱり作っていけば解決できるんじゃないかってことですよね。しかも長期的に測定できるっていう意味では、そうですね、こういう住民がずっとそれに研究に参加してくれるってことは、これ以上ない場所なんですね。ですからここでねそういうものをデータを取らせていただいてね、そういうアルゴリズムを作っていけばできるんじゃないかっていうことですよね。それはね、それとあとはそれのやっぱりアルゴリズムを作るためのやっぱりそういう技術ですよね。そこはやっぱり AI ですかね。 AI ですよね。AI で解析でしょうね。 AI だと思いますね。人間が考えてない順列組み合わせから得意な例を見つけたりすることもありますからね。ありますからね。こういうね本当に大きい壮大なここあれですよね。そうですね。実証実験の場ですよね、ここはね。でこれを企業がやってるっていうのはすごいですよね。国がやるんじゃないっていうね。そうですよね。そうやって一緒にできるっていうのは本当いいですね。いやでもねみんなやっぱりね未来に向かってでしょ、健康でありたいしね、で快適でありたい、幸せでありたいじゃないですかね。そういうものをここで実証して将来に実現しようとしてるわけでしょ。ね。ね、トヨタはずっと幸せの量産って言ってるから、そういう意味では多分だから一緒なんですよね。一緒ですよね。でねやっぱりね自分のとこだけでは当社なんかやっぱりできないんですね、これね。自社のね持ってるその強みもありますけどね、やっぱりそうじゃなしにねよそが持ってるものとどうやっぱりね一緒にねやる協業して競争ですね、共に競争新しいものを作るというね、それをやっぱりねやろうと思うね。そういう意味でもね素晴らしい場所じゃないかと思います、ここはね。だからこの先うまくいったことも取材させていただきたいですし、うまくいかなかったことも全部教えていただいて、そこもちょっとねつまびらかに。おっしゃるとおりですね。それはやっぱりね失敗から学ぶってことがやっぱりねないとね全部ね成功事例だけからってことではいかんと思いますよ。むしろ企業は失敗から学んでそれでチャレンジしていくことが多いかもしれませんな。そういったところもねずっとこう一緒に追いかけさせていただいて、そうですね。皆さんトヨタイムズに情報をいただいてよろしいでしょうか。OK いただきました。すみません。いや私はねやっぱりねトヨタ会長ね、ものすごくやっぱりね新しいことどんどんやっぱり挑戦していってるじゃないですかね。やっぱり挑戦をしないと進化はないと思いますよね。進化のないところに新しい未来は生まれないと思ってるんでね。そういう意味でも素晴らしい試みだと思ってるんでね、本当にね参加させていただくことに本当にね大きな喜びを感じてます。いやもう一緒にね未来を作っていくっていう、ぜひ引き続きこちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。大道ドリンクの高松富也取締役会長です。よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いします。お願いします。ウーブンシティでようやくスタートっていうことなんですけれども、いらっしゃるのは初めてです。初めて。はい。どうですかここ入った瞬間。いやびっくりしました。新しい街だなということで、とてもワクワクしています。でいろんなイベンターがね、入ってますけれども。僕たちちょっと見学させていただいて大道さんのところも行ったんですけれど、まず見たことないような自動販売機が置いてありました。どんなコンセプトで？そうですね、ハクという自販機なんですけども、空間に調和するという自販機を目指してまして、もともと自販機ってやっぱりこう機械で無機質なもので、いろんなところに日本全国にいろんなところにあるんですけど、こう人によってはこう景観を害するとかですね、なんかそういったこともあるんですけども、今回ハクではそういったところにもうまく溶け込んでですね、皆さんのお役に立てるような自販機を目指していきたいと思っています。ハクっていうことは大三元とかのそう白いです。何色にでも染まるということで、ハク
だからそこのインテリアに合わせたり、そこの景観に合わせてデザインすることで本当にそのいろんなところにこう本当に溶け込んでそこの人に馴染んでいくっていう、そういったことを目指していきたいと思ってますね。例えば自然が多いところだったらあれが木の色になったり緑の色になったりとか、そのもういろんな変化ができるっていうイメージもあるんですかね。もう無限の可能性があると思ってます。なるほどね。自動販売機に関しては飲み物だけでしたけど、その白は、その食べ物とかももちろんいろんな応用が効くわけですよね。そうですね。我々この飲料だけの自販機ではなくて、いろんなものをそこにいる人たちにお届けするものとして自販機を捉えていますので、いろんな形に進化させていきたいと思ってますし、我々もともと創業は配置薬から始まっていまして、配置薬というのはですね、いろんな皆さんご家庭に薬箱を置いていただいて、そこにお薬をお届けして使った分をまた代金を回収して補充してというのが、今はそれが自動販売機になって、今飲料をそこで販売して、そこにいる人たちに飲料をお届けするということなんですけど、いかにそこのいる人たちの身近なところに必要とされるものをお届けするかということをこれからもっともっとこう発展させていきたいというふうに考えているので、そうすると飲料だけじゃなくて、いろんなものが必要になってくるものをできる限りを近くに届けていきたいという思いで事業を発展させていきたいなと思ってます。でそのいろんなものにチャレンジするという意味ではインベンターがいろんな会社が入ってます。そうですね。って考えた時に、何かこういうところとこういうことをやったら面白いだろうなとか、何かイメージが湧いたものってあります？そうですね。ちょうどそのブース隣が日清食品さんだったんですけれども、やっぱり飲料と食品と一緒にお届けするということは可能性があると思ってますし、今いろんなちょっとテストで取り組みも始めているところなので、こんなことをもっと発展させていければなと思ってますし、自動販売機も将来は移動販売機にしていきたいという思いもあってですね。移動販売機、はい、例えば自動運転で自販機が動いてくるとかそういうイメージですか？おっしゃる通りです。面白い。我々ずっと昔から社内で未来自販機プロジェクトといってですね、未来の自販機はどうあるべきか、どうありたいかっていうことをいろんなアイデア募ったりしてやってるんですけど、その中で一番やっぱ出てくるのは人がいるところまで移動していって商品を提供できる自販機をいつか作りたいっていうのがいつもアイデアとして上がってくるんですけど。じゃあこのウーブンシティってもちろん今までやってないこともやるでしょうし、今までチャレンジしてきたことを集約することもできるでしょうし、これからまさにスタートで今どんなお気持ちですか？まさにスタートの今の瞬間。すごくワクワクしてます。で本当にここで新しいものにいろいろチャレンジをして、で世の中にサプライズをお届けできるような新しいアイデアを生み出していきたいと思います。やっぱ会社としても多少そのお金をかけてもそういう挑戦をしていく場っていうのはもう会社にとっても必要だっていうことですか？そうですね。やっぱりそういったことにチャレンジしなければ将来新しい価値を生み出せないというふうに思ってますし、我々は企業理念の中にもチャレンジというキーワードが入ってますので、これを本当に実践する場所として非常に重要な場所になるかなと思ってます。あとね、ブランドメッセージの後に次の50年に対してもね掲げているのがあるんですよ。ダイナミックにドゥするって大東でチャレンジするっていう。そういうことか、よくご存知でいただいてありがとうございます。だからこのウーブンシティはダイナミックにドゥチャレンジする場所っていうことですよね。そうです。もう社名の由来がダイナミックにドゥするということで、ドリンコというのはまた一緒にドリンクを楽しむ仲間ということで、そういう意味でね。なので今回もこのウーブンシティでいろんなこの人たちと共にいろんな新しいチャレンジをやっていきたい、それはもう社名にも入っている。じゃあ仲間と一緒にチャレンジするっていうのはまさに会社のとこのウーブンシティが一致するところなんですね。本当にそれは思いますね。どんな掛け算が生まれてくるんでしょうね。楽しみですね。だからいろんなもの、僕らが普段想像してなかった自動販売機のビジネスと自動販売機のビジネスで完結すると思ってたけど、いや考えてみれば発展系無限にあるよなっていうね。生活の中に食い込んでくるかもしれない。そう個人的には僕だって家の中で自販機が自分のとこ来てほしいんですよ。座ってるところに移動して。いいですね。それはだいぶ物臭ですね。でもいろんな可能性はねありますからね。本当ね楽しみにね。またどんどん進んでいったり、交代したりもするかもしれないですけど、トヨタエムズでどんどん追いかけたいと思ってますので、またぜひ教えていただいてもよろしいですか？はい、もちろんです。ぜひまた教えてください。ありがとうございました。またよろしくお願いします。
日清食品矢島敦取締役ビヨンドフード事業部長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビヨンドフードを超えていくんですか？そうですね。今我々が販売しているような即席麺みたいなものを上を行こうという意味でビヨンドインスタントフードっていうところから始まってはいるんですけど、確かに我々そこでハンバーガー実はね、試食させていただきましたけども超えてきてましたね。ありがとうございます。ね。その感想からいきましょうか。はい。ジャンクフードハンバーガーでも500キロカロリーぐらいで、日清自身がジャンクフードってでっかい看板立ててるんですね。普通自分のとこで売ってる食い物ジャンクって言いませんよ。言わないですよね。でもジャンクっぽいものが楽しめる状態に作るっていうのが多分そのビヨンドな感じなんでしょうね。超えてきてるんですね。超えてきてるんですよね。栄養バランスも良くて、カロリーも抑えめでっていうことですよね。そうです。我々ずっと基礎研究から始めてるものっていうのは、最適化栄養食っていうもので呼んでるんですけれども、バランスが栄養のバランスが取れているっていうことと、あと美味しいっていうことが我々やっぱり食品メーカーとして何より大切かなっていうので始めたのがもうまさにこのビヨンドフード事業部でやってることっていうことになります。いろんなところでいろんな挑戦されてるわけじゃないですか。その日清さんがウーブンに入る意味っていうのはどう？それで言うとウーブンもともとお話しいただいて、3つぐらいウーブンでぜひやろうってなったことがあるんですけど、一つはまず我々の創業者の思いみたいなものがありまして、我々日清食品の創業者安藤百福はもともと何か人のために役立つことであったり、世の中を明るくしたいっていう考えで、いろんな事業をやってきたんですけど、こちらウーブンシティのまさに自分以外の誰かのためにっていうキーワードにもなっているような考え方と、あとそれこそトヨタグループのトヨタ佐吉さんの創業者の思いみたいなものがまさに一致するなと思ってて、その我々の創業者の思いとトヨタグループさんの創業の思いみたいなものがまさに詰まってるのがウーブンシティかなっていうので参画させていただいたっていうのがそもそもの始まりなんですけど、あとその他にも例えばウーブンシティでやられようとされてる定義の拡張みたいな、今までのモビリティを拡張して考えようっていうので実証実験いろいろやられるっていうところなんかが、さっき言ってた我々ビヨンドインスタントフード、今までのインスタントフードの定義を変えていこうっていう定義の拡張っていうのとまさに合致するなっていうので、いろいろ一緒に実証参加させていただいてやれることあるよねっていう考えが一つあります。でそれ以外に3つ目っていうのがそもそも競争という考え方でコークリエーション一緒になって作ろうっていう考え方、まさにウーブンシティという名前にも織り交ぜられてるかなと思うんですけど、そういった思いが我々やっぱり日清食品だけではできないことってあるかなと思ってて、我々は食の提供でやっぱ世の中変えていきたいっていうものと、ウーブンシティでやられようとされてる例えばモビリティの拡張、モビリティの拡張によって世の中の人の生活を変えていくみたいなことと一緒になってやれること必ずあるなという思いで、その他にもインベンターさんたくさん参加されてる中で、我々だけでは作り得ないなんか新たな価値みたいなものができるんじゃないかなという思いで、ぜひ参画させてもらおうということで始めたっていうのが経緯です。具体的にどんなイメージが膨らんだとかあります？こういうことやできたら面白いなとか。もともとウーブンシティさんが言われてるような、モビリティの拡張っていうので、モビリティを食と結びつけて、いかに楽しく、いかに簡便で、いかに我々よく言ってるのはウェルビーイングにつなげていけるような環境に持っていけるんじゃないかっていうのを、まさにモビリティの拡張の中でやらせていただけるっていうのが、ウーブンシティと一緒にやれることじゃないかなと思ってます。我々だけではできないことをぜひ一緒にやらせていただけたらと思ってます。そのために我々いくらでも使ってほしいですね。ずっと食べ続けますよ。ありがとうございます。体全部調べてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。
UCC ジャパンの里見亮執行役員です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。里見さん、はい、スタートっていう今この場に来て、はいはい、どうですか、率直な感想は。やっぱり前来た時は我々の店舗もまだ出来上がってなかったですし、建物は一定程度できてたんですけど、今回いろんなインベンターの方とか、あとオープニングセレモニーの様子とか、なんかちょっとお祭りって言っていいのかわからないんですけど、すごくこれから始まるんだなっていうワクワク感がありますね、これは。はい、今さらっとおっしゃいましたけれども、UCC はインベンターであるんですけれども、上島コーヒー店舗を実はこのウーブンシティの中に構えてるんですよね。はい、そうです。っていうことは、店舗の中で今までになかったようなテスト、実証実験みたいなことをしていくっていうイメージですか。はい、そうです。はい。コーヒーの力で世界にポジティブな変化をって掲げてらっしゃいますから。そうですね。はい。それも方針の一つなんですけど、我々会社のパーパスというのは、より良い世界のためにコーヒーの力を解き放つっていうやつでして、どんな時にコーヒー飲まれたり、なんかコーヒー僕はもう寝起きからずっと飲んでますね。あとは集中したい時に飲む時もあれば、リラックスしたい時に飲む時もあれば、寝る前まで僕飲んで寝てますから。これすごい今もおっしゃったのでもかなりいろんなことが含まれてまして、コーヒーってやっぱ集中、要は気合い入れるとか集中とか商談の前とかいう時もスイッチオンっていう時も飲みますし、逆にスイッチオフ、ちょっとリラックスしようっていう時も飲みますし、あとこうやって対話、議論とか対話とか、お友達と仲良くしたいとかっていう時にも飲まれるので、そういういろんな介在をされる価値のあるものだと我々はすごく思ってまして、ただ結構実はあまり実証というか、その価値が例えば本当に証拠として示せたりとか、あとその価値が得たデータとかをさらに高めるための実験って実はあまりできてなくてですね、それを今回のお店でやりたいなというふうに思ってます。このウーブンシティの中で、じゃあどんなそのコーヒーで未来を考えていくんですか。コーヒーの価値ってもともと感覚的にはたくさんあるじゃないですか。でそのものをデータ解析技術とかを使ってそれを立証していこうと。最初は画像でやるんですが、例えば音声データを取ってみたり、あとこの環境下だと本当にバイタルデータって例えばアップルウォッチとかつけて、コーヒーが飲まれてる方とそうじゃない方の生活がどう違うかとか、例えばこれ富川さんにやっていただきたいなと思いますが、1週間コーヒー止められるとどうなるかとかですね、例えばどっちに行くんだろう、例えばそういうこととかを、ここの環境だと普通の環境下だと実験室だとなかなかできないものをこういった場で実証実験を、ウィーバーの皆さんと一緒にやっていこうっていうのが我々の考えで、なのでお店でもやるんですけど、お店の外、例えばお住まいになられてる住人の方々とも、やりたいなというふうに思ってます。やっぱり従来の環境ではそこまでの実験はなかなかやりにくかったってことなんですね。そうですね、やりにくい。やっぱりその限られたウィーバーの方が同じ地域内に住んでいて、リアルタイムでデータを共有できるみたいなことっていうのは、普通できないですもんね。そうですね。ですので多分いくつか3つぐらいですかね。まずデータを本当に開放していただく、今回はいろんな実証実験に参加されようというのが基本的な姿勢として、しかもそれがすごく長い期間、参加いただける参加者の方々っていうのは全然違うのが一つですね。でもう一つはいわゆるデータ取りとか分析とかもともとどうしてもちょっとなかなかできないので、ああいうデータの取り方みたいなのも全然違います。で生活に近いっていうのが一番我々にとってはすごくプラスかなっていうふうに思ってまして、ここに実際住まわれてる方がいて生活環境がここにあるので、もう街そのもので実験ができるっていうのはすごくいいなと思ってます。それはUCC にとって将来的に必ずプラスになるっていう。そうですね。それは思います。例えばそこで出てきた新しい、今まで見えてるんだけどデータで完全に立証できてなかった価値みたいなのができてくると、お客さんは本当それと思ってたものをしっかりご提示して、これは例えばこの濃さでこの香りでこのコーヒーの種類でこの環境で飲むと、例えば生産性が 15% 上がりますみたいなことがデータとして取れれば、そういうコーヒーに付加価値が生まれますし、もしかすると少しお金を払ってもいいかなって思われるかもしれないですし、あと例えば今私が思ってるのは、コーヒーって飲んでいくと冷めていくので、冷めてくると変化が生まれちゃうんで、実は集中が切れ
るので、はい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 例えばこう冷めにくいコーヒーカップを提供した時とそうじゃない時で実は集中力って 10% 以上違うんですとかっていうことが例えば言えたんですよ。でさらにそれがじゃあここまで言えたんだったらもっと人が思わなかった今まで考えつかなかったアイデアとかもしかすると仮説レベルでも生まれるかもしれないので想像以上の話もここだとしたいなというふうに思ってます。はい、ここでできた掛け算っていうのはまたこの外でもできるっていう、もちろんそうですねつながっていきますからね。そうですね。はい、あとその掛け算によって生み出すというやり方が自分たちの技術になっていくと外でもいろんな掛け算を思いつくようになるかもしれないですもんね。そうですね。いやそれは本当そうだと思いますね。我々もちょっと楽しみに期待しておりますので、ありがとうございます。また定期的にこのスタジオからお伝えしようと思うんで、こういうとこ進んだよとか、はいこういうとこがうまくいかなかったよとか、いろいろまた聞かせてください。報告ですね。はい、はい、わかりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。続いては増進会ホールディングスの藤井隆明代表取締役社長です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、この教育がインベンターとして入るっていうのは僕最初聞いた時意外だって感じたんですけれども、思いましたね。なんでこのウーブンシティに入ろうって決めたんですか？ですね、すごく大切なところなので、丁寧に話をさせていただければと思うんですけれども、やっぱりこれからの未来に向けて必要な人材、特にどういうふうに子どもたちの力を育んでいくか、そしてその子どもたちがいかにしっかりと子どもたちの個性や強みや特性というものをしっかりと伸ばして育てていくとともに、その子どもたちがこれからの未来を作り出していく。特にウーブンシティではインベンターとして新しい未来を作り出していく、そういう方たちをとても大切にされていると思いますけれども、我々もこのウーブンシティで教育サービスを実現することによって、未来のインベンターたりうる、これからの社会をもっと良くしていく、そういう人材をこの町から私たちもいろいろな教育サービスの提供を通じてこれからの未来を新しく作り出していく、そういう人材をぜひ生み出し育んでいきたいと、そのように考えております。そういう教育って、はい、例えば別に、寺子屋でもいいですけど、塾でもいいですけど、そういうものでもできるわけじゃないですか。でもこのウーブンシティでやるっていうメリットっていうのはどこですか？私たちがこのウーブンシティで教育を手掛けるメリットとして考えているのは、例えば私たち Z 会グループは90年以上にわたる教育のノウハウについてはこれはしっかりと、確立してきたものがございます。ただこれからの時代にふさわしい、あるいはこれからの時代まだ誰も見たことのないような新しい学びの姿、これをしっかりと生み出していくためには、実は私たちの力だけでは実現が不可能です。ウーブンシティのさまざまなテクノロジー、あるいはセンシング、あるいはデータの分析の能力、これらと私たちがこれまで積み重ねてきた教育のノウハウ、これを掛け合わせることによって、まだ誰も見たことがない、でもこれからもうそれこそ100年後の未来では当たり前になっているような、そういう新しい教育をぜひ一緒に力を合わせて作り上げることをこの地でぜひ一緒に作り上げたいと考えて、ウーブンシティに参画することといたしました。なるほど。その一つが AI とかね。だ僕らのね若い頃って、まさに詰め込み教育と言われた世代なんですよ。我々はそうですね。で多分今おっしゃってる言葉の中でその社会の役に立つっていうことが多分個人の幸せや割と度外視してでも社会に尽くせる人材を作るみたいなところが多分かつてあったんですよね。そこにもっと個人の幸せと両立しうる新しいその社会に役に立つ人材、それはだから社会のために犠牲になる人材ではなくて、社会と共に幸せになれる、そういう人材って話なんだろうなと。でさっきねちょっと現場見学させていただいて今回カメラでね、ずっとその子どもたちの学習の様子を撮影する。でそれをおそらく AI で分析するんでしょう、ビッグデータにして。でこういうことによってもしかしたら例えば子どもの適性のね判別なんていうのがもっとできるようになるんじゃないかなと僕は見てて思ったんですよ。より得意なものがね、伸びていくっていう可能性は確かにありますよね。
私たちも教育の真の部分というものはしっかり本質的な部分は大切に、守るべきものは守り、受け継ぐべきものは受け継ぎながら、ただ同時に時代に合わせて変えるべきもの、変わらなければいけない部分については変えていく。例えば新しいテクノロジーの活用などを積極的に取り入れることによって、まずに先ほどおっしゃられたように、例えば普段筆記でですね、例えばペーパーのテストではなかなか力が発揮できないんだけれども、実は普段のみんな子どもたちとの一緒の中ではすごい協調性であったり、リーダーシップであったり、そういうものが自然と発露されているような奥様の姿を、例えばカメラで分析して、それをしっかりと AI で特徴などを抽出して、そして実はこの子はこういうところがすごく強みであるんですよと。なので今例えばこういうところは少し弱みがあるかもしれませんけど、この弱みは例えばこういう教育サービスで補強しながら、でもこの子の本当に強みとして持っている、特徴として持っているここの部分をしっかりもっともっと伸ばしていきましょう、そういう適切なアドバイスなどが、例えば AI 等を通じたカメラの映像の分析などで、よりお客様にしっかりとした根拠と定量的な分析も含めて定量化したものを提供できることによって、今まで培ってきたノウハウかける新しいテクノロジーによって、本当に21世紀にふさわしい新しいこれからの学び、そういうものを作り出していきたいと、そのように考えております。ものすごいこれからのなんていうか未来をどんどん良い方向に変えていく、そんなインベンターが続々と巣立っていく、そんな形の教育が実現できたら本当に嬉しいことだと考えておりまして、その形が見えるのはもう5年後かも10年後かも20年後かわからないですけど、でももうその未来の教育っていうもの、まだ誰も見たことがない。でもこれからの日本にとって、あるいはこれからの世界にとって本当に大切な教育というものをこの地で実証して研究して体現していく、そんな形で私たちはぜひ取り組んでいきたいと考えております。いや楽しみに、しております。こういう先生がいたら僕もっと勉強したかもしれないもっとこういう先生がいっぱいいたら日本もっと良くなったかもしれないですね。先生これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。続いては共立製薬の高井孝明代表取締役社長にお越しいただきました。高井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや僕犬飼ってるんですよ。で小さい頃から犬飼ってたんですよ。で本当大好きで犬が。大きい犬ですか小さい犬ですか。最初はミニコリー、今はチワプー飼ってまして、でちょっと前はチワワとプードル飼ってたんですよ。もういっぱい飼ってるんだ。可愛くてしょうがないんです。だからこの動物と人とねパートナーとして豊かな社会を目指すっていうところ、もう僕本当もう嬉しくて、それがウーブンに入っていただいて、このウーブンに入ろうって思った理由っていうのは何ですか。ここに新しい町ができると、それは新しい考え方、新しい町をできるけど、やっぱりペットとか動物とかが必要なんじゃないかなと。でそれにしたら今度は獣医さんも必要なんじゃないかなとか、そういうことを考えまして、一度こちらをお伺いして、どういうことでできますでしょうかと言ったら、待ってましたと、動物のことはと言われました。それでじゃあやろうかと、いろいろ紆余曲折ありましたけれども、やってみようと。で皆さん参加されてる企業の方からしたら、私どもは製薬会社で何かよくわからないかもしれないですけれども、その中で今犬の頭数とかあれは減ってるわけですよね。で犬とか猫を飼うということはやっぱり子どもの上層教育とか、あるいは高齢者のいろんなケアとか、いろんなところで人間との接触の中で大切なことだと思って、でこの減ってる内容がいろんな住宅の事情とか何の事情とかいろんなことがあって、なかなか難しい面もあると思うんですけど、いろいろ考えて、一人一人がお飼いになって我々が獣医さんを派遣してということではなくて、江戸時代よく犬とかそういうものが愛玩動物として飼ってる方がいて、あとは今度はその地域に根付いたの犬たちという形で育てたみたいなんで、でこの地域に新しい形で犬猫別としても犬を出して、皆さんのいろんな考え方とか接し方、それからやっぱり人と動物を共生していくというようなことを
実験してみたいと。なるほど。でその実験の中から将来的に例えば過疎になる町とか、はい、あるいは忙しくなってくる町とか、そういうところにどういう形で犬を入れていくかとか、はい、そういうことを考えまして、こちらで実証実験をさせてもらえればという形で参加させていただきました。やっぱりその思いっていうのは創業者でいらっしゃいます高井百合子さんが、やっぱり日本がまだ犬は番犬とか、猫はネズミ駆逐ですか、そういった時代の時に海外欧米でやっぱり豊かな社会には犬と一緒に共生してる、その思いがやっぱりこうつながってきてるっていう。で一番最初にワクチンを実践バーのワクチンですけど、これを入れて、それで日本の獣医業界の中で、仕事を発展させていったと。動物のことを見て考えると、もちろんワクチンもやってらっしゃいましたし、医薬品もそうですね。で健康もそうですよね。これから先じゃあウーブンシティでいろんなインベンターと掛け算をしていく中で、もう動物自体の空気ですとか食べ物ですとかっていうのももちろんどんどんいろんなものが生み出されるかもしれないですし、可能性は多いです。新しく最新技術とかそういうものが含まれた中で、人との融合の中でこの新しい町が出発すると、でこの中で最初から何らかの形で犬猫が参加できて、この中で共生できるという、そういう世界が作れないかなと、それを今度は我々将来のための糧にして、今度は日本全国そういう形のあれをやれればなというのが夢ですけど、そこまでいくかどうか分かりません。でも確かに犬ってうちで飼ってるとか、お宅の犬は何ちゃんっていう今分かれ方してますから、本当にねおっしゃるように地域で飼って、あそこの犬もここの犬ももう家族みたいな形がねというのはどうかなと思いまして、あともしかしたらなんですけど、動物の健康と飼い主の健康ってどっかできっとリンクしてるんじゃないか。あり得る。確かにメンタル、特にメンタルね、例えば自分が元気がない時にペットはどういうふうに反応してるのかとか、そういうのも関係性の上で AI で分析したら、またこれなんかすごく面白いことが分かりそうな気しますよね。考え出したらいろんなことがあるんですよね。ずっと喋ってられますよ、ペットの話です。何かから第一歩を始めていくというところだと思うんですけどね。ぜひよろしくお願いします。またいろいろ教えてください。よろしくお願いします。すみません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回最後にお越しいただくインベンターはアーティストの覗いてる直人インティライミさんです。どうぞ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 。失礼いたします。どうもお邪魔いたします。どうも。うわー、リハーサルのところを抜け出してきてくれました。まさかこんなところに呼ばれるとは。いやいや嬉しいですよ。嬉しいです。こんな緊急出演ね。ありがとうございます。本当ね、さっきね LINE でお願いしたんですよ。そうですね。いるんでしょみたいな。いるんです。今回ね、20社目、社は会社じゃなくてものになると思うんですけど、20目のインベンターとして、このウーブンに参加するということなんですけれども、もちろんね、今まで世界を渡り歩いてきて、いろんな音楽に触れて、もういろんな自分の中で掛け算をして音楽を生み出している人だと僕は思ってるんです、すでに。それが未来に向けてまた掛け算をしていく、どんなことをこのウーブン絡めてしていきたいと思ってるんですか？今回ご依頼いただいたものが2つまずありまして、1つ目が、サウンドシンボル、つまりサウンドロゴですね。ウーブンシティのサウンドロゴを、作らせていただきましたよね。もう本当にその言葉ではなくて、もうその音で、もうその5秒の間でいかにこのウーブンシティを伝えられるかと、世の中に。なるほど。もう一つが、シティアンセムと、ちょっと呼ばせていただいてるんですけど、平たく言ったらテーマ曲ですね。なるほど。ウーブンシティのテーマ曲をこの度紡がせていただいたと。このために。もうこのために。これはもうすごくやっぱり書き始めるまでにやっぱ3週間
135年前豊田佐吉さんが日本で初めての人力食器を開発されるところからのこの過去で車の現在、そしてウーブンシティの未来っていうのをまずインプットして、もっといい言い方はないかで、もっとやっぱウーブンにとってこう伝えられるものはないかで、言葉とそのアレンジメント、編曲とで同時並行でずっとやってましたね。だっていくら勉強しても未来はわからないわけですから、そこをまた自分で紡いでいかなきゃいけないっていう作業もね、本当大変ですよね。でも出来はどうですか？いやもう自分の中では、10年後20年後何十年経ってもこの曲がそのウーブンシティのあるいはウーブンシティに関わる皆様にとっての、その一個の拠り所になってくださったら嬉しいなという気持ちですね。自分の中では胸を張って送り届けられる曲になりました。いやー素晴らしい。池田さん今までナオト・インティライミの曲1曲も知らなかった1曲目これがもうナオト・池田ライミの全てになりますから、ということで皆さんもこの曲を覚えていただいて、そうですね、またこのウーブンシティのインベンターってことはまたここで新たなものを生み出してくれるはずですので、その都度またこのトヨタイムズでも取材させていただいて、ぜひ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。